はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日はですね、久しぶりにリクエストに答えていきたいと思います。今日はですね、前々からちょっとリクエストいただいてたものなんですけれども、日本の土地の名前の由来を教えてくださいっていうリクエストです。こちらリクエストありがとうございます。大変お待たせいたしました。はい。土地の由来なんですけど、由来っていうのは、理由というか歴史みたいな意味ですね。はい。どうしてその土地がそういう名前で呼ばれるのっていうことです。はい。例えばなんで東京は東京なのってことですね。はい。皆さん知ってる方とかいるかな？私はあんまり気になってなくて、そのリクエストもらって、確かになんで東京って東京って言うんだろうっていう、自分でもちょっと疑問に思ったんですけど、日本の土地っていうのは、いろんな理由があって、その土地の名前が決められています。なんていうの？その土地の特徴だったりもするし、その時の偉い人の名前を取ってるとか、いろんな理由があるんですよ。怖い意味もあります。怖い理由とかもあるんですよ、結構。日本っぽい、なんていうの？神様とか、妖怪とかいろんなものが関わって名前が付けられてるところとか。あと、日本は災害が多いので、災害がよく起きる場所は、そういう名前がついてたりするんですよ。その災害が起きるぞっていう名前。はい。これはね、また今度説明したいと思うんですけど、今回はですね、日本の47都道府県の中で私が結構面白いなと思ったものをいくつか、ピックアップして紹介したいと思います。はい。ほとんどのね、土地の名前は結構シンプルな理由なんですよね。例えば、長野県。長野県はすごいシンプルで、漢字を見るとわかります。長いっていう漢字に、のは野原の野ですね。なんていうの？フィールドみたいな。はい。草がいっぱいあって何もないとか。っていう意味ですね、野は。はい。で、長いので、長野県っていう意味なんですけど、長野って、地図を見るとわかるんですけど、長いんですよ。長いの。だから長野県です。はい。それだけの理由。めっちゃシンプルですね。はい。他にも山口県。山口県は、マウンテンの山に、口ですね。はい。マウスの口なんですけど、これは、山の入り口があった場所だから山口県って言ってるらしいです。はい。このね、山の入り口がどこの入り口なのかはわからないらしいんですけど、もう昔のね、ことすぎて、どの山の入り口のことを言ってるのかわかんないんだけど、とにかく山の入り口があったので、山口県って呼ばれているらしいです。はい。面白いですよね。そんな感じでほとんどはこういう風に結構シンプルな名前なんですよ。でもですね、例えば東京、はい。東京、なんで東京って呼ばれてるか予想つきますか？漢字に詳しい人だったら大体、ピーンってね、ちょっとアイディアがね、思いついてるかもしれないんですけれども、東京の漢字っていうのは東ですよね。東に京。京っていう感じ。この京っていう漢字の意味はですね、首都という意味があります。英語で言うとキャピタルの意味ですね。はい。日本だと、政府があるところ、天皇がいるところ、それがキャピタルなんですけど、首都なんですけど、東京の京っていう漢字はそういう意味があるんですよ。はい。なんで、東にある首都、東にあるキャピタルという意味で、東京っていう名前ですね。はい。わかりやすいね。はい。でもなんで東にあるっていうのって思うじゃないですか。はい。それはですね、昔日本の首都が東になかったからです。はい。これもね、もう歴史に詳しい方は知ってる方多いと思うんですけれども、日本の昔の首都は京都でした。で、今もうね、ピーンってなった人もいると思うんですけど、京都の京って、その首都のキャピタルの意味の京に、と
ですね。都。都っていうのも、同じような意味で、首都の都ですね。キャピタルの意味なんですよね。うん。まあ、人がたくさんいるところっていう意味の漢字なんですよ。都。だから、京都で、昔の日本の首都を表してるんですよね。はい。京都がメインで、京都から東の方に移動したので、東京っていうことですね。はい。わかりやすいね。漢字って面白いなって思うよね。こういう風の聞くとね。うん。はい。でね、結構ね、関西のエリアが、名前の由来が結構面白かったんですよね。例えば、奈良。京都の隣の奈良ですね。奈良県はですね、漢字は、まあ、なとらなんですよ。ちょっと、説明がちょっと難しいんですけど、なとらっていう漢字があるんですけど、実は昔は違う漢字だったらしいんですよ。昔は、平っていう字。平、フラットの平ですね。平行の平っていう字ですね。あれが使われてたらしいんですよ。で、なぜかというとですね、奈良っていうのは土地が、まあ、平ら、フラットな土地なんですよね。みたいなんですよ。で、その平っていう字を、読み方で鳴らすっていう風に読むんですよ。平。鳴らすってどういう意味かというと、まあ、土地を、まあ、フラットにするってこと。もう、フラットにします。これを鳴らすって言うんですけど、その鳴らすっていう言葉から奈良っていう土地が生まれてるらしいですよ。うん。で、もともとは、その平らの漢字を使ってたんだけど、なぜか今の漢字に変更されてるみたいです。はい。なんか奈良って結構歴史が古い町のイメージなんだけど、土地の意味は割と普通みたいな。フラットだから奈良みたいな。割と普通じゃねみたいな。面白いですね。はい。もう一つ、大阪ですね。大阪結構面白かった。大阪はね、これ諸説あるんですよ。諸説あるっていうのは、なんかいろんなストーリーがあって、どれが本当かどうかわからない。ですけど、まあ、一番信じられている説は、昔大阪に小さい坂があったんだって。小さい坂。まあ、坂はスロープですね。スロープ。があって、だから、小坂って呼ばれてたらしいです。昔は。おっていうのは小さいって書いて、おって読むんですけど、小坂。小さい坂で小坂。なんだけど、その当時の、まあ、めちゃくちゃ偉い人、豊臣秀吉っていう、方がいらっしゃったんですけど、豊臣秀吉は、その大阪の土地に大阪城を作った方なんですけど、その大阪城を作るときに、なんでこの俺の城を作る場所の名前が小さい坂なんだって言って、嫌だって、小さいのは嫌だ、かっこ悪いって言って、大きくしろって言って、大阪に変更されたらしいです。はい。面白いですよね。豊臣秀吉が小さいっていうのが嫌で、大きい坂で、大阪っていう風に名前が変更されたんですよね。はい。しかしですね、その大阪の坂という漢字、まあこれもね、漢字詳しい方はわかると思うんですけど、そのスロープの坂ではないんですよ。そう。はい。普通の坂っていうのは、土って書いて、反対の反で坂なんですけど、今の大阪の坂っていうのは、小里編という、また違う部首を使って反対の反で大阪なんですよね。なんでって思った方いると思うんですけど、これはですね、そのスロープの土に反対の反って書いて、その坂っていう漢字がですね、あんまり意味が良くないらしいんですよ。そう、土に反対の反。で、人間が土に帰るっていう意味があるんですって。まあ、土に帰るっていうのは、死んだ人が、まあ、亡くなった後は土に帰るって言いますよね。まあ、土にこう、埋めたりしますから。はい。なので、なんか、ちょっと、死を連想させるじゃないけど、死のイメージがあるので、あまり良くないので、今の小里編に反対の反の坂という漢字が使われるようになったらしいですよ。はい。面白いですよね。はい。次、どんどんいきます。次はですね、岩手県。これも面白かった。岩手県はですね、
これはね、岩、ロックの岩に手ですね。ハンドの手って書いて岩手県なんですけど、これはなぜかというと、その岩手の土地に昔鬼がいたって言われていたらしいんですよ。鬼。ね。で、その岩手には3つの大きい岩があったんだって。その大きい岩が神様みたいな風に呼ばれていて、その神様が鬼を、退治してくれるというか、封印してくれたらしいんですよ。その岩に鬼をこうくくりつけて縛って鬼をやっつけたみたいな。なんかそういう歴史というか伝説みたいのがあるらしいんですよね。で、その時にその岩の神様が鬼にもう悪いことをするなって言って、悪いことをしないというその証拠、約束の証拠のために岩にその鬼の手の形をつけたんだって。そう。これでも鬼はね、僕はもう悪いことしませんって言って。もう炭治郎ごめんなさいっつって。違うか。炭治郎ごめんなさいっつって手をピッてつけて、岩に鬼の手がついたっていう意味で岩手という名前になってるらしいです。はい。これめっちゃ面白いよね。なんか日本っぽいなって思いました。はい。で最後にね、もう一つ面白いなと思ったのが、愛媛県。愛媛県は四国にあるんですけど、愛媛県は唯一神様の名前が付けられている場所らしいです。はい。で、なんかこれはね、昔のその日本の神様で、イザナギとイザナミっていう夫婦のカップルの神様がいたんですって。このイザナギとイザナミってペルソナに出てくるよね。ペルソナ5とかペルソナ4のさ、ペルソナに出てくる名前。よくゲームとかに出てくる名前なんですけど、神様の名前なんですよ。イザナギ、イザナミ。はい。これカップル。で、この二人は日本の土地を作った、神様と言われていて、このカップルがその四国の4つの島を作ったんですって。四国なので、愛媛、香川、徳島、高知。この4つの島を作った時に、その愛媛が、その神様の名前。別のね、そのイザナキとイザナミが作った神様の名前が愛媛っていう名前付けられたんですって。はい。で、実は香川とか徳島も神様の名前だったんだけど、変更されちゃったっぽくて、唯一残ってるのがその愛媛が神様の名前としてまだ残ってるところらしいですよ。はい。そんな感じでね、結構名前の由来調べてみたら面白かったよ。はい。他にもね、もっといろんな面白い、名前の由来を持っている場所があるので、ぜひ、なんかウィキペディアとかで皆さん調べてみてください。次回はね、日本の怖い土地の名前っていうのを紹介してみたいと思います。またちょっとね、オカルト系の話ですけれども、夏といえば怖い話なので、皆さんお楽しみに。はい。そんな感じで、今日は日本の土地の名前の由来についてでした。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。今日はね、結構難しくて、なんか漢字の話とかもいろいろ出たので、ぜひトランスクリプトを見てください。はい。漢字の勉強にもなったんじゃないでしょうか。ね。はい。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あと、Patreon、こちらのメンバーも募集しております。Patreon では私の今回のエピソードで出てきた新しい言葉を紹介したりとか、あとは、おやすみポッドキャストっていう別のね、もう一つのポッドキャストをフルで聞けたりしますので、ぜひメンバーになってください。はい。あと、シャドーイングコースと会話レッスンの新しい、生徒さんも募集しております。はい。詳しくは私のウェブサイトを見てみてください。はい。ということでですね、もうあっという間に7月になって暑くて大変ですね。はい。暑い時はみんな無理しないでください。はい。じゃあ、また次回。さよ
ようなら。